Hello, my name is Janet Yang, and it's my distinct pleasure and privilege to be here today with two incredibly talented individuals involved with the film Kokuho. First, we have director Sung-il Lee, and also the lead actor of the film who plays Kikuo, whose name is Ryo Yoshizawa. So lovely to be here with you today. Nice to meet you. Director Nice to meet Lee, you. Yep. I must ask you, how is it that you were inspired to take us into this time and place of kabuki of the past and want to recreate that world? もう最初にこの企画を始めたいと思ったのは15年前に遡るんですけど、その当時僕が歌舞伎を見て、特に女方の非常に伝説的な実在する俳優の方がいて、その方の人生をこう覗き見たい。特に女方は私生活も含めて非常に謎に包まれている部分が多くて魅力的だったので、そういった女方の俳優の人生をこう描いてみたいと思ったのがきっかけです。You brought us into a world in such a brilliant and immersive way, sparing no attention to detail because it is incredibly well created. I can only imagine, though, that for today's conversation, which is focused on casting, how is it that you found your lead actor and the others who clearly had to be very well versed in the art of kabuki? 特にこの女方を演じる上で非常に重要なのはとにかく美しさが最も大事で、同時にその美しいけども何かグロテスクともいえるその影を背負っている、そういった二面性を持った人物を探していまして、で特に菊男というキャラクターとこの吉沢君が僕の中では全く合致していると思っているのが、両者とも美しさはあるんですけど、特に内面に何か外側からでは伺い知れない何かこう非常に広い空白というか空洞が広がっていて、まるで底の見えない湖を眺めているような気分になるんですけど、ただその空虚と言えるその空洞がより外面的な美しさをこう強調しているようでもあって、ひとたびこう舞台に上がると、あるいは彼は映画とか映像で演技をすると、何かそれまで何もこう透明で見えなかったものが一気に何かこう情熱があふれ出して、非常に美しい姿、非常に情熱的なパフォーマンスを見せる、まさに演技をしていなければ生きていけないような、そのようなこう生き物であるという、そういった俳優の姿を説得力を持ってこう感じさせてくれる存在です。I really appreciate what you said about Ryo Yoshizawa-san having that blank canvas, but at the same time, you're demanding a lot from your actors to learn kabuki and to immerse themselves in that world. So now I would like to ask Yoshizawa-san, what was that like for you, the process of becoming a kabuki actor? そうですね、僕はこの作品に関わるまでは、何度か実際の歌舞伎は見たことはあったんですけど、そこまで深いところはもちろん知らず、今回お話をいただいて女方っていうものをこの作品に入る1年半前ぐらいからずっと稽古を始めまして、だから最初の3ヶ月間ぐらいはもうすり足からもうただ歩くっていうことだけをもう徹底的に鍛えて、そこからいろいろ歌舞伎を学んでいったんですけど、上手い人ほどその歌舞伎がすごいとされてる人ほどやっていることをすごくナチュラルに当たり前に見せていくというか、すごいことをやっているっていうふうにお客さんが気づかないぐらいにその世界にお客さんを取り込んでいく、その圧倒的な技術と魅力みたいなものをやればやるほど知っていくといいますか、この1年半じゃ到底本物の歌舞伎役者さんの足元には及ばないなっていうのを、感じながらひたすらそこの稽古に歌舞伎というものにしがみついていく日々でしたね。You're very convincing in the film.
But I also want to ask about the casting of all the other roles because obviously the story takes place over many decades. So you had to find younger versions of this role as well as his so-called stepbrother. And then I saw them age over the course of the film. I know your casting director, Matsunobu Mutakawa-san, and I'm curious how you worked with him to fill all the different roles because at least, 4 of them had to learn the kabuki style of acting. はい、本川さんと僕はもう映画では4作品一緒にコラボレーション仕事をしてきてるんですけど、その中で今回が彼にとって一番高いミッションというか難しい作品だったと思います。それはもう歌舞伎の経験がない俳優を歌舞伎役者にしなければいけない。でその素質をどう見抜くか、それが彼にかかっていたから非常に大変だったと思います。特に若者たちはオーディションをしてたくさんとにかくたくさんの若者たちと出会ってオーディションをして、その踊りの素質だけじゃなくて菊尾なら菊尾吉沢君と似ているところよりもじゃあ彼と同じようにいかに何か歌舞伎であれば歌舞伎にこう集中する必要なまでに何か追い求めていくようなそのようなこう魂と目つきをした少年を探さなければいけなかったので、彼はその本質をしっかり理解して、最終的に選ぶまで非常にいいアドバイザーになってくれていました。Yoshizawa-san, I read that their director said what was important is that the actors who perform kabuki are neither fully man nor woman. Obviously, you're playing a role as a female, but that the elegance of this kind of in-between state needs to come through. What did that mean for you? 100年以上続いている歌舞伎というもう先代の方々が積み重ねて現代にもつながっているその女形というものが何でしょう、やっぱりこう積み重ねることによってどんどんこうブラッシュアップされて、多分もう本当にこの歌舞伎の女形っていうものしか持っていない魅力といいますか、多分他に世界のどこにもない存在になっているんじゃないかなという気はしていて、なのでその過去の人間国宝にもなられたような女形を演じている歌舞伎役者さんの映像とかもたくさんいただいて、そういうものも見ながら勉強させていただきましたし、やっぱりこう現代においてその100年以上続いている歴史を今の人たちが演じているっていう覚悟といいますか、やっぱりもう昔の人たちがいろんな正解を出してきて、ある種それをもういろんな正解があるものを自分が見せなきゃいけないっていう覚悟みたいなものがこの役を演じる上で圧倒的に必要だなと思って、なんかそういうものを非常に大事にしていたなと思いますね。Do you remember what it was like when you were first fully in costume and makeup, hair, and performing one of the kabuki scenes? How did it feel for you? とにかく重かったですね。衣装も、普段はその浴衣を着て稽古はしていて、初めて舞台上の衣装を着てかつらをしてで白塗りもしてってやった時にもこんなにも重いものをつけて歌舞伎役者の方々はあんなに優雅に踊っているんだっていうのを舞台に立って初めて気づきましたし、毎日その公演があるっていうのをずっと何十年も続けてるっていうのはこれ相当な大変なことをされているなというのは。最初自分の顔見て何か思ったことを覚えてる？
最初自分の顔を見た時どう思ったかな。なんか安心したみたいなこと言ってたのちょっと記憶してなかった。でも安心はしましたね。やっぱりその自分が白塗りをした時の顔が、ある意味こうちゃんと歌舞伎役者として成立してなかったらもうこの映画は終わるので、そういった意味では、ちゃんとこう、顔師の方に作っていただいて美しく自分でも見えたので、そこは非常に安心しましたけどね。Did you learn how to do your own makeup? And how long did it take to prepare? 劇中でもこう自分で塗るシーンもあったりもしたので、一通り自分で顔は仕上げられるように練習はしたんですけど、実際にその舞台上で踊る時の顔はその顔師の方に作っていただいて、だいたい全部で1時間ぐらいですかね、化粧で。眉毛とか筆がすっごい難しいでしょ。難しい。あれはできないよね。あれはその目の赤い紅を塗ったり、この眉毛の形を作ったりするのがもう本当にプロの人がやってもその日の調子で形が変わっちゃったりするぐらいすごい繊細なものだったりするので、もう僕らにはどれだけ練習しても到底書けない領域でしたね。だから映画の中では簡単なところだけやってもらいました。組もあれです。I'm wondering if you worked previously with the actor who played your brother, rival, friend, because the chemistry between the two of you was so strong. それこそもう13、14年前ぐらいに本当にちょっとだけ共演したことがあって、僕は当時17歳とかで彼は当時15歳ぐらいで、その当時は一応親友役ではあったんですけど、もう本当にちょっとしか会わなかったので、ほぼ初めましてぐらいの今回ちゃんと共演させていただくのは初めてぐらいの距離感ではあったんですけど、それこそ彼とは撮影に入る前の稽古期間からずっと2人で一緒に稽古を重ねてきて、彼がずっとストイックに歌舞伎役者になろうとする姿を隣で見てきていたので、なんか彼のその姿に僕自身もモチベーションを高めながらやれましたし、彼が春本をやってくれたおかげで僕も菊王ができたなとは思いますね。My understanding directly is that Yoshizawa-san was the first person you cast, and so you obviously wanted to cast others that matched, so everything was cast around him in a way. Was it difficult to find both his brother and the younger versions of them? もちろん彼が最も最初で、その次に春本、この2人が通常の映画作品よりもこの2人主役メインの2人にかかる重圧っていうのは通常の映画よりもやっぱり比重が大きかったので、この2人と、あとその次にはあれですね、やっぱり渡辺謙さん、彼の存在は欠かせないというか、2人を見守りつつも2人の運命をこう変えていく存在なので、その説得力はやはり彼にしか出せない。そして万菊さんという田中泯さんが演じている、彼ももともとはアクターではなかったですね。もともとはご自身のコンテンポラリーダンスをずっと半世紀以上やられてきた方なので、また通常の俳優とは違う何かこう雰囲気を醸し出してくれていて、そのように何かこうポイントで、当然若者たちもそうですけど、それぞれが一箇所でも何か説得力あるいは魅力を損なうと、この映画のバランスっていうのはもう崩れていってしまうので、一人も気が抜けないキャスティングで、一人残さずこの歌舞伎という世界に存在している住人であるということを何か証明しなければならなかった。They felt so right in this world.
And I was so gratified to learn that not only is this film played brilliantly in Japan, but that people are actually going back to the Kabuki theater because they're so inspired by this film. いやでも非常に嬉しい現象だなと思いますし、映画がヒットしてくれるっていうのは嬉しいことですけど、まあなんかこの作品に関わった我々全員もただただいいものを作りたいっていう熱量だけで3ヶ月間の撮影を突っ切ってきたと思うので、なんかそういう我々の本気みたいなものがお客さんにも伝わったのかなという気がして、それが一番個人的には嬉しいなと思いますね。歌舞伎はもう400年の歴史がある非常に伝統の深い芸能なので、その格式やプライドを我々が壊してはいけないというその重圧は非常に大きかったので、まあ映画自体も歌舞伎を扱った映画は80年存在しなかったので、そういった意味で多くの重圧が我々にかかってましたけど、結果的には今本当に多くの観客に支持いただいて、日本でも歴代の興行1位の興行1位になろうとしているところなので、まさかこのような広がりを見せるとは、まあ、想像もしていなかったし、かえって歌舞伎の方々がこの映画をきっかけにもう一度少し観客が離れていた歌舞伎をもう一度盛り上げるためにこの映画を応援してくれていることを、なんかそのような相乗効果が起きていることが非常に何か嬉しく思います。My understanding is that you're very focused and pretty demanding of your actors, as most great directors are, and maybe that reflects the same kind of discipline that's required in the Kabuki theater. So it seems very fitting that you made this film. まあ今回我々は歌舞伎役者っていうものをこの映像の中で残すっていう、もう本当その瞬間瞬間にかける思いみたいなものがこの映画を作っている部分だと思うんですけど、なんかそういう意味で言うと監督のなんだろうな、このモニターを覗いてる時の顔とかが誰よりも今この撮っている映像を誰よりも愛してるんだろうなっていう、なんかすごく深い愛情を感じるというか、誰よりもその瞬間にかけてるし、誰よりもそこに映っている映像を信じているし、誰よりも愛してるんだなっていうのをずっと隣で感じていて、なんかそれが、歌舞伎というものと似てるかっていうよりかは、この映画の中で描かれているその歌舞伎役者、その瞬間を美しく生きるためだったら死んでもいいっていうような、その思いにリンクしている部分はあったかなと思いますね。歌舞伎ももちろんそうなんですけど、もっと全般的に芸術というか、舞台に立つ人間、支える人間、芸術に関わる人々の何か執念というか、その高みに登りたいっていうその感情はもう歌舞伎も例えばオペラもこの映画も全く遜色なく、何かその芸術の美しさあるいは残酷さも含めて、我々はなぜここまで芸術に取りつかれて邁進していくのかっていうことを何か描ければいいなとは思ってました。I'm just so glad that the two of you and the entire cast and crew of Kokuho clearly devoted themselves to achieving the highest level of artistry. And it comes through in the subject matter of Kabuki, I think is a perfect metaphor for what artists will do. They will literally almost kill themselves to achieve their dreams. And I'm so glad this film is out in the world for people to see, to appreciate the talents of the both of you, as well as that of Kabuki. It was such an emotional experience watching the movie, and I thank you for that. Thank you so much.